life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. はい、やってきましたニュージーランド。はるばる10時間ぐらいかけて、ニュージーランドまでやってきました。でその後、オークランドという、一番ニュージーランドでは大きい町、大きい都市にインターナショナルの、フライトは行くんですけども、そこからさらに飛行機に乗りまして、2時間ぐらい、かけて、ダニーデンという、ルースの実家がある町にやってきました。で例えば僕たちがいるのが、ダニーデンで一番大きなバスのハブになっているような、ここに来ればどこにでも行けますよみたいなバスストップにいます。なので、ダニーデンに観光来ることないと思いますけど、もし来ることがあれば、ここから皆さんバスに乗っていろんなところに行っていただけるというような形になってます。ということで、ダニーデンすごい小さな町なんですけれども、見どころもたくさんあるということで、少しずつ皆さんにもこの町がどんな町かというところをお見せできればなと思います。で、今回その第1弾としてポートチャーマーズという町を皆さんにご紹介できればなと思います。僕も行ったことないんでどんな町かっていうのはちょっとわからないんですけど、すごい港町で綺麗なところっていう風に聞いてます。なので、これからバスに乗って、ダニーデンのダウンタウンからポートチャーマーズまでどれぐらいかな、時間的に30分ぐらい30分ぐらいバスに乗って、で、僕たちまだ昼ご飯も食べてないので、昼ご飯とか僕たちがどんなものを食べてるのかとかね、とか街の様子とか街の歴史とか、今回皆さんにシェアできればと思います。ということで行ってみよう。はい、ということでポートチャーマーズまでやってきました。これなんもないけど大丈夫かな。うん、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。見るところありますちゃんと、あります。はい、今バス停今バス降りたところなんですけど、全然バス停っていう感じがないけど、これどうやってみんなわかる？この線この線すごい、さすが。この黄色い線がどう考えてもバスしか止まらんような線やけん、ここバス停なんだなってわかるみたい。すごいです。さすがニュージーランドっていうところが見え隠れすると。あと今日はすごくラッキーです。私たちは5月なのに、5月冬になりかけているのなんですけど、今日19度です。なんとすごく暖かくて気持ちいい。ラッキーです。嬉しくないですか？はい、嬉しいです。はい、ちょっと今せっかくバスに乗って衝撃的なことがあったので、今のうちに、共有しとこうかなと思って、ニュージーランド、ニュージーランド全体じゃないと思うんですけど、ここダニーデンのバスはバスに乗っても、そのバスがどこ行きとか、次のバス停はここですよとかいう表示も一切ないし、言うことも一切ないです。もうこっちの人はなんとなくここら辺かなぐらいでストップをして降りるみたいな。はい。慣れるもん。慣れんやろ。慣れるもなんもね。だって初めて来た人どうするとみたいな。バス運転手に聞きます。バスの運転手に聞きます。はい、私も聞いたことあります。すごい、もう信じられん。多分人口が少ないので、バス運転手に聞いた方が早いかもしれないです。いや、出した方が早いやろ。システムを作るより。出してくれよ。あと今日すごく暖かいのですが、あと多分1時間2時間ぐらいで太陽が山の上に沈んでいくので、それすごく寒くなると思います。はい、でそれまでにいろいろバッと見ましょう。はい、はい。ちなみに今何時？今1時15分です。あと今1時15分なのに山があるのであと2時間で太陽が沈みます。なんなんここ。しょうがないですよ、山が。
まあそんな感じで太陽が向こう側に沈んじゃってるんで、そう。行きましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。たくさん見たいんで。はい、たくさん見せたいんで。はい、ということでちょっと歩いたら街というかマーケットが出てきました。よかった、安心しました。ここでご飯を食べるんかな、先に。はい。はい、何食べましょう。カフェは2つぐらいあって可愛かったので、ちょっと。カフェ、なんとここにカフェが2つもあります。はい。素晴らしい。皆さんも観光で来るときには安心してください。2つあるの、食べるとこあります。でも3時に閉まるので。そうそうそう。こっちのカフェは3時に閉まったりとか、あとクイーンズタウンっていうすごい有名な観光地があるんですけど、そこのスタバは毎日4時に閉まります。まあそうね、ちょっとこう可愛い感じの街並みでね。あと図書館もあります。あ、そう。あとはこれがコンビニとなってます。美味しそうなフライドチキン。このアイスクリーム美味しいですよ。そうね、こっちも一応コンビニはあります。ホテルとかいろいろありますね。ここはニュージーランドの有名な港となっております。あとクルーズシップも夏の時にガンガン入ってきます。あ、なるほど、世界旅行するような。そうそうそう。おお、それすごいね。特にはこの街内にポートチャームズの中に何があるかを見せてくれるサインポストなんですけど、例えば教会だったり花火だったり、なんと南極も指してます。さすが南半球、こっちに南極がありますよっていう。近いんじゃないですかね。オーストラリアより近いと思います、南極は。オーストラリアに行くより南極に行った方が近いって。外で食べることもできますね。そうね、外で食べた方がいいかもね。もうあそこが海です。あそこから世界中の観光客がこの町にクルーズ船に乗ってやってくる。で、なんとこのポートチャーマーズ、有名な港なんですよね、ルース。はい。もうすごい歴史的に重要な場所で、この港からニュージーランド初冷凍した生肉をイングランドに送ったという歴史が多分世界一かもしれないですよ。世界一かもしれないんで。かもしれない、かもしれない。それはもう皆さん調べてください。かもしれないんで。ニュージーランドは絶対に1位。間違いなく初めて冷凍して肉を外国に送った。はい。ちなみに今全然知らずにここで撮ってたんですけど、これホテルらしいです。これはすごい。1876年に作られたホテルが未だにもうそのまんまかな、多分ほとんどそのまんま使われてるっていう。前まではライブとかもたまにここでやってたのですが、今はもうどうなってるんでしょう。すごいね。ちょっと落書きしてあるけど。そうね、もう閉まってるんじゃないですかね。閉まってるっぽいね。残念。残念。いつかね、泊まってみたかったね。ね。すごい。先に進むと有名な教会もあります。見ていきましょうか。食べる前に。食べる？美味しそう。これがだいたい10ドル、1000円ぐらい、日本円です。すごいやろ、この。食べたいでしょ。透明たくさん見ます。どうですか？すごいやろ、すごいでしょ、この紙に包まれてやってくるみたいな。これが日本じゃありえない。伝統的。そして家族でみんな食べて
ここにトマトソースをかけたり、ウスターソースかけたりとか、マヨネーズとか。そう、これがポテト見ての通り。うん。で、これソーセージ。で、これがホッケ、魚の。うん、ホッキー。ホッキー。フィッシュ&チップスっていう、まあこっちではよくある食事、安い食事。じゃあ食べようか。はい。いっぱい来た、いっぱい来た。いっぱい来た。やばい。鳥が。事件です。食べられる前に食べましょう。高がってます。私たちの食べ物になって。うん、おいしい。中ソーセージ。うん、パテードソーセージね。はい、もうしつこいのであげます。ちょっと怖い、どうなる。はい。うわ。もう終わり。はい、ということで、鳥にめちゃくちゃ囲まれながら無事食べ終わりました。食べ終わりました。よかった。美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。で、量が多すぎて、もう最後ちょっと鳥にあげたけどね。はい。あんな脂っこいもの、人間でもきついのに、鳥大丈夫なんかなと思ったけど、喜んで食べよったけどね。大好物なんじゃないかな。このすごく綺麗な教会撮りましょう。うん、綺麗な教会、今目の前にあるんで、これをちょっと探検していきたいと思います。この教会は1883年に建てられました。すごいですね。120年ぐらいの歴史ありますね。いや、1883年に完成した。完成、うん。30年ってこかかりました。とは140年は歴史があるじゃないですか。あ、そうですか。はい。失礼いたしました。今日はルースはちょっと変な格好をしてます。変じゃないよ。変よ。これはフランスで買いました。うん。変じゃないよ。ある意味でおしゃれ。ある意味どこかの国でおしゃれです。変と思う人は、この服変と思う人はチャンネル登録解除してくださいって言ったら登録者一人もおらなくなるよ。これ変だと思う人、綺麗だと思う人、登録してください。今2時15分です。すごいね、この100年の歴史、150年の歴史があるものがね、こんな立派にまだ普通にあるっていうのが。でもこんな技術その時あったんかな。ここをきれいに埋める技術。日本の石垣とかはさ、お城の石垣とかはこう石をこう積み重ねただけやん。あ、そう、あ、確かにきれいに、うんじゃなくて、こうやってこうビターっとしてあるやん。こういう技術はその時からあったんかな。150年前から。あったと思います。150年前には日本にもあったかもしれんね。父に聞きましょう。そうね。建築の専門者。この教会には入れるんかな。あ、入れる。どうでしょう。入れません。入れませんね。残念。中がどうなっとるかね、気になるけど。窓とかも可愛いしね。ね。綺麗。こんな感じです。はい、じゃあ次行きましょう。この辺にすごく可愛い公園があります。行ってみましょう。せっかくなので。今日は暖かいね、ルース。うん、暖かい。で、なぜ暖かいかというと、今日の風は北の方から来てるので暖かいです。すごく珍しい。私はそれがノーザリーズと言います。ノーザリーズ。北の風ってこと？うん。日本でいうと北から来ると寒いイメージがあるけど、ね、南半球はさすが南が南極やけんね。ペンギンとかもやってくるし。あ、そっか、ペンギンも近くにいる。面白い。で、公園に行くって言ってたんですけど、時間を確認したらあと30分でカフェが閉まるので、ちょっとコーヒー買ってから行こうかな。
どうですかコーヒー？ニュージーランドに帰ってから一番美味しいコーヒー。本当にすごく美味しいです。見てください、かわいい。このおじさんがね、自分の背中を触ってる。面白い。今はフラッグスターフルクアウトっていうところに行きます。ここから8分。ここから8分。うん。坂を登っていくわけ？そう。おい、この坂を。はい、無事、ルースの言ってた公園までやってきました。見てください、この景色。すごい。多分あそこに見える島の向こう側はずっと海なんじゃないかな、多分。そうです。すごい。太平洋。太平洋。うん。で、海もすごい綺麗で、僕の目の前に今海の信号が見えてるんですけど、大昔から使われてたみたいで、この信号で、海も潮の満ち引きがあるので、海の深さ、今の深さを旗の色で知らせたりとか、あとは、この港側から今船が外側に向かって出てますよっていうのを、旗の色を使って知らせたりしてるらしいです。船みたいね。面白い。何これ？あ、船みたいってそういうこと。そう。本当ね。あ、船だ。船だ。本当だ。もともと船だ。あ、かわいい。すごい。大使何やってるんですか？よく意味はわかりますね。そうですね。こっちかな。こっちから行けるのかな。これはなんかあれやね。ここはあれやね。芸術トレイルみたいな感じやね。そう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 。行ってみよう。ニュージーランドあるある、ここ行ってもいいのか。行けます。すごい。コンテナたくさんあります。あそこ。本当だ。あ、かわいい。ピクニックテーブルだ。落書きたくさん書いてあります。例えば、はい。2020年からそんな格好最近書かれたばかり。最近ですね。ここは本当かな、1863年って書いてあるんですけど、アップルソース、それ絶対最近ですね。嘘やね。はい、じゃあこのトレイル、林道のことトレイルって言うんですけど、トレイルがもう行き止まりになったところで、今回の動画締めましょうか。はい、初めてバス降りた時は周りに何もなくて、ここ大丈夫かとちょっと思ったんですけど、でもちょっと丘を越えたらね、いろいろカフェがあったりとか、綺麗な街があったりとか、したので、すごい楽しかった。のんびりして楽しかったです。皆さんももしダニーデンまで来ることがあれば、ぜひポートチャーマーズまで来ていただければと思います。はい、ということで、僕たちもそろそろバスに乗って、日も落ちてきたので帰りたいと思います。今回も最後まで、動画を見てくださった皆さんありがとうございました。これからもニュージーランドについてのびっくりしたこととか、素敵な景色とかをどんどんシェアしていきたいと思っているので、チャンネル登録と高評価お忘れなくよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。